誰かにあなたはいい人すぎるよと言われたことはありますか？人のためになりすぎて自分のしたいことができていなかったりしませんか？このままだと何にでも適応してしまいトラウマを生み出してしまいます。葛藤を避け安心感を確立するために人に媚びる行動をとる反応のことをフォンレスポンスと言います。セラピストのピート・ウォーカーはこの現象を最初に研究し、著書複雑な PTSD を書きました。コンプレックス PTSD を専門に扱うウォーカーは、想像上の他者の期待、ニーズ、欲求をこびることで映し出し、対人関係における安全を作り出すと定義づけています。これは私たちが何かしらの脅威を感じ、交感神経系が活性化することで起こります。そのような状況で私たちは、暴走、逃避、凍結、フォンレスポンスのどれかに走るのです。そして人生の初期段階でトラウマが作り出されてしまうと、この4つのモードのうちの1つから抜け出せなくなることがあります。今回はトラウマにつながるフォンレスポンスの7つの兆候をご紹介します。その1、どう見られるかを常に気にしている。あなたがこびやすい人なら、何か頼み事をされた時に頼りになる人になっていることでしょう。これは自己啓発の専門家であるフィーリー・プリエベによると、こびるのは自分の欲求やニーズを無視し、相手の欲求や必要なものを与えることが重要だと判断するからだそうです。ですが、与えすぎることで自分が何をしてあげられるかではなく、自分という人間を他者からどう見られているかということを考えることに疲れていってしまうのです。その2、自分の価値観が薄れていっている。トラウマ反応としての媚びは私たちにネガティブな影響を与えていきます。あなた自身の感覚を侵食していってしまうからです。ドーンウェルネスセンター&リハブによると、人は対立を避けるために媚びて誰かを喜ばせるが、その結果多くの場合、自分の大切なものを妥協してしまうことがあるそうです。このような人たちは、自分自身や自分の信じるもののために行動することが難しく、自分が納得してもいない行動や見解を正当化することがよくあります。その3、他人の反応に責任を感じてしまう。ドーンウェルネスセンター&リハブが媚びへつらうタイプは、他者の感情や反応に対して見当違いの罪悪感や責任を感じる傾向があると指摘しています。彼らは普段から自分のことよりも他人の幸せ、快適さ、承認にコミットしています。そのため、自分のせいでもなく、自分でコントロールできるわけでもない物事に対する他人の否定的な反応に対しても、強い罪悪感、自責の念、自己嫌悪を感じることがあります。その4、他人のために決断することに恐怖を感じている。トラウマ反応での媚びのせいで人は他人のために何かを決めることを恐れてしまいます。夕食をどこで食べるか、どんな番組を進めるかといった些細な決断でさえ、激しい恐怖とパニックを与えてしまい、嫌われたらどうしようと思わせてしまうのです。なぜでしょうか。サイコロジートゥデイの記事によると、他人を喜ばせたいと常に思い、同時に自分がどう感じるべきかも常に他人に求めているために、自分を疑ったり自分のことを無視したりするようになってしまうからだそうです。その後、起こることに罪悪感を感じている。カイロントラウマクリニックの専門家によると、トラウマ反応として媚びてしまう人は自分自身に罪悪感を抱くのが一般的だそうです。彼らは他人が自分を利用したり、自分の一線を越えてくることを嫌だと思っている自分が許せないそうで、嫌だと思うたびに非常に大きな罪悪感を感じ、他人の悪い行動や虐待を許容してしまうことになるのです。その6、謝りすぎてしまう。トラウマ反応としての媚びは、個人の境界線の欠如、低い自尊心、個人の主体性や自律性の喪失という結果をもたらします。そして彼らは何か起こった時に過剰に謝る傾向があります。他人から拒絶されるのを避けるために全ての責任を負い、平和を維持するためにそうしてしまうのです。その7、ノーと言えない。最後になりましたが、断れないということは優しすぎるのではなく、あなたのトラウマ反応である媚びを示す最もわかりやすいサインです。サイセントラルの記事によると、彼らは他人を喜ばせようとするあまり、どんなに不便で面倒なことでも全てイエスと答えてしまうのです。しかし、彼らが自分を酷使するのは純粋な愛情、エネルギー、忍耐力がたくさんあるからではなく、ノーと言った瞬間に他の人が自分に敵意を抱いてしまうことを恐れているからです。さて、あなたはここで紹介したポイントに共感しましたか？
トラウマ反応が原因で媚びている可能性があると気づきましたか？媚びて人を喜ばせたりすることが他者との関係を築く理想的な方法だと思うかもしれませんが、自分自身のアイデンティティ、感情、そして経験を認めることを妨げてしまうため、結局は自分がボロボロになってしまうのです。ですから、もしあなたが真剣に悩んでいるのであれば、迷わずメンタルヘルスケアの専門家に連絡を取り、助けを求めてください。最後に、自己啓発の第一人者であるフィービー・プリーブの言葉をご紹介します。本当に親切な人は、自分と他の人の欲求どちらにも耳を傾け、中間点を見出すことができる。これは自分の欲求を潰す媚びとは異なり、コミュニケーションを要する。自分の思いを無視し、発言しないことではないのです。それでは皆さんお元気で。